まあ盆栽の中でも一番代表的な、盆栽といえば皆さん松を思い浮かべるぐらい、盆栽の中では松というのは代表的なんですけども、一言に松といってもいろいろ種類がありまして、代表的なのが黒松ですね。それとこの赤松と五葉松ですね。この3本が盆栽界では代表的な松になりますが、それぞれ自生しているところや特色が違いまして、松なんかはだいたい海岸地に生えているのが黒松ですね。それで赤松はよく山で見かけるのが赤松です。で五葉松ですが、五葉松はあんま見ないんですけども、山は山でもちょっと標高の高いところに自生してますね。一言で松といってもいろいろ違いがありまして、でまず黒松からですね。こう葉がしっかりしてて、そうですね、よく盆栽界ではこの幹肌を重視するんですけども、よく肌が荒れて枯色が出るといいますかね、そういうのがいいとされてます。それで次に赤松ですね。赤松は山に生えているので、ひょろっとした文人銀みたいな樹形が多いんですけども、やっぱ黒松と違ってちょっと葉が弱く、山にあるやつはね、幹が古くなると赤くなるんですけども、こういう盆栽仕立てだとなかなか赤くなれないんですけども、これも古くなって、皮を剥いちゃえばこれも赤くなります。なので赤松で言うんですけども、あと目も赤いよね。そうですね。黒松と大きな違いは、なかなか見分けがつかないんですけども、この目を見ると赤松の目はちょっと黒松より赤いんですね。黒松は茶色い感じですけども、黒松よりもちょっと赤くなってます。基本的にこういう二葉の松っていうのは海外じゃ少ないらしい。あ、そうなんだ。一葉の松っていうのが一番多いんだって。エゾ松とか、なるほどね。カラ松とか、一位とか、はい、心拍とか、そうですね。この対になって生えるのはなかなか少ないらしい。そう、だから松はこのね、葉が2枚ワンセットっていうんですかね。これで1枚って呼びますね。黒松も赤松もそうですね。二葉の松ですね。そうですね。で五葉松は逆にこれが5本なんですね。で五葉松って言います。で五葉松なんですけども、これは山の上の方に自生している松で、赤松よりもさらに葉が柔らかく、ちょっと女性っぽいと言いますかね、そんな感じの葉をしてます。関東だとね、随分五葉松は好まれるけどね。そうですね。北関東とか北の方行けば五葉松って結構好まれて、名古屋とか静岡とか太平洋側だと黒松なんか好まれるね。黒松とかね、東照なんかはね、そっちの方が人気ですね。地域によってもなんかね、やっぱり好みがあるみたいですね。自生地に近い環境で育てると、育てるのにも問題がなく簡単に育てられるからね。やっぱり自生地と違うところで育てるんだと、それだけちょっと複合的なノウハウが必要になってくると。そうですね。やっぱ自分の住んでるところに合った気候に合った木の方が育てやすいですね。だからね、よく東北の方の展示会なんと赤松と心拍ばっかりとか、そういうこともあります。そうですね。詳しくはね、他のいろんなことの動画なんかでもそういう説明してると思うけどね、盆栽なんかだともうここら辺っていうか、赤松、黒松、五葉松なんていうのはもう一番松の中でも有名なところで、そうですね。管理もしやすいんでしょうね、きっとね。普通のものよりそういう米つがとか
1位とかエゾマツなんかに比べても。五葉松なんかね水がだいぶ少なくて、うん、逆に水が多いと調子悪くなっちゃうぐらい、水は少なくて済みますね。五葉松なんかだと随分葉っぱのね小なんかが違って種類なんか多いですよね。昔は名鑑なんかもできて八つ房の名鑑とかそういうね産地の名鑑みたいな。五葉松って一言に言ってもいろいろあって、それだけで本が一冊できちゃうぐらい種類がありますね。九重とかね有名なところ随章とか、そういうところ、まあ銀圧なんかもそうだし、ね、那須娘とか、まあ本当に名鑑ができてね、そんな名鑑がまあ昔はありましたけどね。黒松はそういう破傷でうるさいこと言わないですね。破傷より肌を気にするんでね、黒松はやっぱよく荒れる荒川症みたいな肌のやつもありますし、まあよく聞くとこだと三河とか、そうですね、淡路とか、あとはね正代黒松とか、そうですね。でまあ四国の方がね有名ですけど、そういう黒松に関してはね。静岡とかね、神奈川の趣味家がよく渥美半島の方に種取り行ってそれから一生懸命育てたとか、そういう話も昔はあって聞きますよね。まあなるだけ破傷のいいとかそういうのを持ってきたんでしょうけどね昔ね。そうですね、今そういうのが育ってこういう黒松になってると思いますけどね。まあ赤松なんかは別にでも赤松でもあるよね、やっぱり産地の違いっていうのはね。そうですね。長野なんていうのとか、長野の赤松だと目切りがあんまり効かないとか、やっぱりもっとね山形の方の方がもっと目が吹くとかで、韓国の方行くとえらい動物するんだよね。そうなんだ、それは知らないですけどね。だからその産地によって同じこう赤松とか黒松とか五葉松なんかでもかなりその見どころとか、ね、特性なんかも違ってくるんで、そうですね。そうですね。基本はまあ水かけが基本なので一緒なんですけども、やっぱ水が少なくて水切りに強いのは五葉松、まあ赤松もかなり強いですね。でまあ黒松は海っぺりに生えてるぐらいなんで水は結構好きですし、肥料もね好きなので、なんかそういう自分のね住んでる地域に合った、樹種を選ぶといいと思いますね。だから海に近い人なんかやっぱ黒松をやってる人多いですね。もう五葉松とかやってる人は本当水が辛くて済むので1日1回とかしかやらないので、そういう人は逆にね臓器なんかと一緒にできないというか、五葉松得意な人は臓器が不得意みたいな、そういうのも結構ありますね。まあそういうところで八つ房なんかの五葉松は管理しやすいんだろうね。そうですね。